どうも皆さんこんにちは。今日は雑談なんですけど、カメラの買い替え予定ないですかっていう質問インスタでいただいたので、それに関連した話していこうと思います。で、今日の話の流れなんですけど、現在所有しているカメラについてで、次に新しいカメラの買い替えはあるのか、その理由はっていうところら辺をね話していこうと思います。話が長くなるようだったら動画ね2つに分けるかもしれないです。まず1つ目の所有しているカメラについてです。今この動画これを撮影しているのがソニー α7 III です。これはね過去の記録見てみたら2018年の9月から使い始めてたんですけども、私これニコンのフルサイズ一眼レフからの買い替えだったので、最初ねどうしてもソニーの絵作りみたいなものになかなか馴染めなくて正直戸惑いました。それまで使ってたニコンとあとね富士フィルムのカメラも使ってたんですけど、その辺にすっかり目が慣れてたのでソニーとのギャップがなかなか埋まらなくて、最初買ったばっかりだったけど売っちゃおうかなって思ったんですよ。ただ、当時ねこれに代わる他の機種もなかったっていうのと、あとね動画撮影の AF 機能がいいので動画撮影用途で使えばいいかなと思って、とりあえず、キープしておこうかなみたいな扱いをしてました。でそれがね違和感を持ちつつも年数重ねて使っていくうちにすっかり目も脳もそれに慣れてったって感じで、今となってはね全然違和感なくめちゃめちゃ便利に使ってます。で次が富士フィルム XT3。 これがね XT2 からの買い替えでほぼほぼ写真撮影メインで使ってます。特にストリート写真撮影、スナップ撮影でよく使うんですけど、これはね私の中ではド定番っていう感じですごく愛用してます。 XT2 の時から数えると富士フィルム歴約6年くらいになるので、いつの間にかね一番長く使い続けているメーカーになりました。で私が持っているレンズの数も X シリーズのレンズが一番多いので、必然的に出番多くなります。で周りの人にカメラ買おうと思ってるんだけどどれがいいって聞かれることがあるんですけど、 XT3 に限らず私富士フィルムのカメラを勧めることが多いです。もちろん撮るものによってはおすすめするカメラは全然違うんですけど、日常生活を撮るっていう場合で、特に女性の初心者の場合富士フィルムのカメラを勧めてます。今回のこの動画はおすすめカメラについての動画ではないのでちょっとねざっくりになっちゃうんですけど、まず一番の理由が操作感がダイレクトで写真の基礎を学ぶのに向いているっていうところです。次、携帯性の良さです。せっかく買ったのに重たいから家に置いてきたってなっちゃうとそれが一番残念な結果ですよね。で3つ目、持ち物としてのデザインがいいイコール愛着が湧いていつも持ち歩きたくなるっていうところです。2つ目も3つ目も持ち歩くっていうところに理由が集中してるんですけど、私が思うのは、どんなカメラでもせっかく買ったのに持ち歩かない、使わないっていうのが一番残念な結果だと思うんですよ。なのでね結構持ち歩きに関する項目っていうのは重要だなと思ってます。次、ライカ Q2 です。去年これ買ってから普段持ち歩く基本のカメラはほぼほぼこれになってます。私がねあんまり喜んで使ってるので周りの人が何が違うのって聞いてくるんですけど、そういう時ねその場のものだけでなく空気感まで映るって言ってます。これね私の実際の感想なんですけど、あんまりちょっとこういう抽象的なことを言うとなんか痛い人だと思われそうなので、なんかねちょっと違う言い方ないかなと思って探してるところです。であとコンデジが2台あってソニー ZV-1 とルミックス 100M2 です。 ZV-1 は出先で動画を撮るのに便利そうだなと思って買いました。これね私の使用目的にぴったりな感じだったのですごくね便利に使ってます。でルミックス 100M2、 これはねちょっと前まで私手の骨折をしていて重たいカメラを持つことができなかったので写真用のコンデジが欲しいなと思って買ったものです。これについては少し前に第一印象動画作ってあるので、興味がある方はそちらご覧ください。
あと GoPro とかフィルムカメラとかもあるんですけど、今日はねその辺は省略ってことにしておきます。で、カメラどうやって使い分けてるんですかっていう質問もたまにいただくんですけど、きっちりもうここで分けてますっていうそういう線引きはなくて、基本的にはその状況で使いたいレンズによって使い分けてるっていう感じです。例えばね、この間のポートレート撮影の時も何持っていくか迷ったんですよ。で、結局 α7-3 と Q2 持っていったんですけど、最初は XT3 と Q2 にしようかなともね考えました。で、なんで最終的に XT3 を持っていかなかったのかっていうと、まずね電池の持ちが心配でした。その日どれぐらい枚数取るのか予測できなかったので、一応電池3個あるのはあるんですけど、1個1個の持ちがそんなに長くはないのでちょっとね心配でした。あと XT3 持っていく場合 XF50mm、140mm、F2.8 のズームレンズ持っていくつもりだったんですけど、その時私の手まだね骨折が治ってなかったので、カメラ手持ちで撮影する時に左手でレンズの重さを支えるのにちょっと自信がなかったです。なので最終的に α7-3 にしました。 α7-3 だと 24mm、105mm、F4 のレンズがあるので、広角から中望遠1本でいけちゃって便利かもっていうふうに思いました。そんな感じでシチュエーションとか使いたいレンズとかによって選んでます。で、次、カメラの買い替え予定はっていう話なんですけれども、ここのところ私新しいカメラ欲しいっていうのが全然ないんですよ。なので、今はね新製品の発売情報とかも全然追ってない状態です。私の使用目的の範囲であれば今持っているカメラで十分っていうかね、もう十二分ぐらいに感じてます。私の場合高画素数のカメラが必要なわけでもなく、連写枚数が多いものが必要なわけでもないので、そういう最先端機能性能の方向を追わなくてもいいっていうのがね買い替えをしなくていい理由の一つかもしれないです。あと去年ねライカ Q2 を買ってすごく満足しているので、買い物欲がなくなってるっていうのもあるかもしれないです。強いて言えば M シリーズは生きてるうちに使ってみたいなとは思ってます。あと新製品にいまいち食いつけない理由がね一つあって、それがねモニターのスタイルです。私が今持っている機材をそのまま新製品に買い替えする場合、α7-4 だったり XT4 だったりするんですけど、これね両方ともモニターがバリアングルになっちゃって、これがね私的にはっていう感じです。メーカーがこぞってバリアングルに切り替えるっていうことはバリアングルの人気とかね需要が高いんだろうと思うし、あと実際ね自分でもカメラ使ってみるまではバリアングル便利そうって思ってました。あと最近は個人で SNS 発信するのが普通になってるので自撮り機能が必須っていうのもありますよね。